年を重ねるほど、なぜか品がなくなっていく人がいる。そしてその反対に、何も持っていないのに、そこにいるだけで場が静かに整うような人もいる。今日話すのは、その差がどこから来るのか、ということだ。会議室の端っこで、こんな光景を見たことがあるかもしれない。役員席に座り、高価な時計を見せびらかしながら、部下の意見を鼻で笑う上司。一方で、隅に腰掛けた年配の先輩が、一言も余計なことを言わないのに、誰もがその人の顔を見ながら話している。肩書きも、財産も、外見も、関係ないのに、なぜかその人の周りだけ空気が違う。あなたも一度は、そういう人に出会ったことがあるんじゃないだろうか。人間の価値は、持っているものでは決まらない。どうあるかによって決まる。今日は、そのどうあるかの本質を3つに絞って話していこうと思う。まず最初の特徴から話す。品のある人は、自分を証明しようとしない。これを聞いて、少しドキッとした人もいるかもしれない。なぜなら、50代60代になると、人は無意識のうちに自分を証明したいという衝動を持ち始めるからだ。若い頃は体力や勢いで勝負できた。でも年を重ねると、それが使えなくなってくる。そこで代わりに使い始めるのが、過去の実績肩書き経験の量だ。俺はあの時、をやり遂げた私は長年この業界でやってきたあなたたちにはまだわからない言葉を無意識に口にしていないだろうか。それは人間として自然な防衛反応だ。でも問題は、それが品のなさに直結するということだ。自分を証明しようとする人間は、常に比較の中で生きている。誰かより上でいなければならない。誰かに認めさせなければならない。その緊張感は、言葉の端々に、表情の好きなに、じわりとにじみ出る。人はそれを敏感に感じ取り、無意識に距離を置く。人の行動には必ず目的がある。自分を証明しようとする行動の目的は何か。それは他者からの承認を得ることだ。承認を求める人間は、常に他者の評価に振り回される。それは本人が気づいていなくても、傍から見ると明らかにわかる。そしてその振り回されている感じが、品のなさとして映る。では品のある人は何が違うのか。彼らは、自分を証明する必要がない。なぜなら、自分の中にすでに自分という軸があるからだ。他者に認められなくても、揺れない何かを持っている。その静けさが、旗にいる人間に安心感を与える。知り合いに、70代の職人がいた。大きな工房を持っているわけでもない。テレビに出るような有名人でもない。でもその人の仕事場に足を踏み入れると、何とも言えない落ち着きがあった。その人は自分の仕事について、自慢めいたことを一切言わなかった。聞かれたら答える。でも聞かれなければ、ただ黙って手を動かしている。なのに、その場にいた若い職人たちは、皆その人の動きを目で追っていた。誰かにすごいでしょと言わせる必要がなかった。あり方そのものが、すべてを語っていた。これが自分を証明しようとしないということの本質だ。だから具体的にどうすればいいか。今日から一つだけ意識してほしいことがある。会話の中で私は俺はから始まる自分語りが続いていると気づいたら、一度止まることだ。相手の言葉に、もう少し時間を使う。それだけでいい。自分を証明するのをやめた瞬間、不思議と自分が大きく見え始める。人間とはそういう生き物だ。次に二つ目の特徴に移ろう。品のある人は、他人の課題に首を突っ込まない。これはアドラーの課題の分離という考え方と直結している。あらゆる対人関係のトラブルは、
他者の課題に土足で踏み込むか、自分の課題に他者が踏み込むことで起きる。シンプルだが、これが人間関係のほぼすべての問題の根っこにある。50代60代になると、ある種の責任感が強くなる。家族のこと、部下のこと、友人のこと。このままじゃいけない、何とかしてあげなければという気持ちが湧いてくる。それ自体は悪いことじゃない。でも問題は、それが干渉に変わった瞬間だ。息子や娘の生き方に口を出す。部下の仕事のやり方を細かく指摘する。友人の夫婦関係について意見を言う。あなたのためを思ってという言葉を使いながら、本当は自分の不安を解消しようとしている。品のある人は、そこをちゃんと知っている。他人の課題と自分の課題を静かに分けることができる。だからといって冷たいわけじゃない。むしろ、深い愛情を持っている。でもその愛情の使い方が違う。50代のある女性は、社会人になった息子が仕事でうまくいっていないことを知っていて、以前の彼女なら、すぐに口を出していただろう。そんな会社辞めなさい、もっとこうすればお母さんが知り合いに頼んであげる。でも彼女は、ある時から変わった。息子が話してきた時、ただ黙って聞くようになった。意見を求められたら答える。でも求められなければ、何も言わない。あなたが決めたことを、お母さんは応援する。その一言だけを、静かに伝えた。息子は最初戸惑っていた。でも少しずつ、自分で考え、自分で動き始めた。そして半年後、息子は自分の言葉でこう言った。お母さんが何も言わなかったから、自分で考えられたと。これが課題の分離の力だ。相手の人生を相手に返すこと。それは冷たさじゃない。相手への深い尊重だ。品のある人は、この返すという行為を自然にできる。なぜか。それは自分自身の課題に、ちゃんと向き合っているからだ。自分の人生を生きている人間は、他人の人生をコントロールしようとする必要がない。逆に言えば、他人の課題に首を突っ込みたくなるとき、それは自分の人生のどこかに空白があるサインかもしれない。どうすればいいか。誰かのことが気になったとき、こう自分に問いかける。これは私の課題か、それとも相手の課題か。もし相手の課題だと気づいたら、そっと手を引く。それが品のある距離感だ。人は干渉されないとき、初めて自分で立ち上がれる。そして干渉しない人間を、人は本能的に安全だと感じ、自然と近づいていく。距離を保つことで、むしろ縁が深まる。これが品のある人が、なぜか慕われ続ける理由の一つだ。そして三つ目の特徴、これが一番大事かもしれない。品のある人は、誰に対しても態度が変わらない。これを聞いて、少し苦しくなった人もいるんじゃないだろうか。正直に言う。人間は誰でも、無意識に態度を変えている。上司の前と、部下の前。お客様の前と、家族の前。取引先の社長の前と、清掃スタッフの前。この態度の差は、驚くほど周囲に伝わっている。そしてその差こそが、品のなさとして記憶される。ある男が、接待でよく使う高級レストランに部下を連れて行った。そこでもその男の振る舞いはこうだった。お客に対しては柔らかく丁寧に話す。でも料理を運んできた若いスタッフに対しては、目も合わさず、短く命令するように話す。部下はそれを見ていた。食事の内容はすごく良かった。でも帰り道、部下は何とも言えない味の悪さを感じていた。言葉にはできないが、その上司を信頼できないと感じた瞬間だった。人間は、
他者を仲間と感じられるとき、初めて真の意味で生きることができる。品のある人は、目の前にいる人間を無意識に仲間として扱う。役職も、年齢も、収入も、関係ない。その人がそこにいる。それだけで一つの尊厳として接する。これは努力してやることじゃない。人間を人間として見る、という当たり前の感覚を取り戻すことだ。でも正直、これが一番難しい。なぜなら、態度を変えることには得があるからだ。上の人間にこびれば、何かを得やすい。下の人間には強く出られる、という安心感がある。その徳を手放すことは、簡単じゃない。だから品のある人は、それができるという時点で、すでに一段階以上の場所にいる。では具体的にどうするか。今日からできることは、たった一つだ。自分より立場が下と思っている人間に対して、今より少しだけ丁寧に接することだ。コンビニの店員さんに、一言ありがとうという。エレベーターで乗り合わせた清掃スタッフに、軽く会釈する。家に帰ったとき、パートナーや子供に、外で上司に使うのと同じトーンで話しかけてみる。これだけだ。小さいことに思えるかもしれない。でもこの小さな積み重ねが、あなたのあり方を静かに変えていく。もう一度まとめる。一つ目、自分を証明しようとしない。これは承認欲求から自由になり、自分の軸で生きることだ。二つ目、他人の課題に首を突っ込まない。これは相手への深い尊重であり、干渉しないことで生まれる信頼だ。三つ目、誰に対しても態度が変わらない。これは人間を人間として見る、共同体感覚の実践だ。気づいてほしいことがある。この三つに共通していることは何か。全部自分の内側の話だということだ。お金は関係ない。ブランドも関係ない。学歴も、職歴も、肩書きも関係ない。品というものは、外側に貼り付けるものじゃない。内側からにじみ出るものだ。だから逆説的に言えば、品を持とうとした瞬間に、品は逃げていく。品のある人は、品を目指していない。ただ自分の課題に向き合い、他者を尊重し、承認を必要とせずに生きている。その結果として、旗にいる人間がこの人は違うと感じる。人生の意味は、あなたが自分に与えるものだ。品も同じだ。品とは、誰かから与えてもらうものじゃない。どう生きるかという選択の積み重ねの結果として、静かに形成されるものだ。あなたの周りに、ふと思い出す品のある人がいないだろうか。その人は、きっと特別なものを持っていたわけじゃない。でも何かが違った。その何かは、今日話した三つのどれかに必ず当てはまるはずだ。そしてその人が持っていたものは、実はあなたの中にも、すでに種として存在している。ただ、気づいていなかっただけかもしれない。